風に書かれたものを再現するっていうのがなんかこう性格的にできなくて、そういう風な曲を演奏するっていうことに若干違和感があった時にラップトップに出会って、自分がどんどん即興していったものをストックしてって後で編集できるっていうのが革命的にフィットしたっていうのと、それが一番なんかその時もうっすら思って重要だなと思ったのが、やっぱり今までその音楽っていうのが一人でできる行為じゃなかったんですよね。2000年以前とかはバンドでやったりとか人とやる演奏して音の世界を作るっていう、なんでしょう、一人でできることによってパーソナルなものに変わったんだなと思って、だからその自分がやりたかった音楽っていうのも自分のそのなんだろう精神というか内面をこう音で出すっていうのができるような環境になったんだなと思って。畠山千平です。アンビエントミュージックをやっております。15年ぐらいかな、東京に住んで。それまでは神奈川の藤沢に住んでてまして、海の方に行くことは結構多くて、鎌倉高校前駅とかは、あそこに通ってたので、毎日見てたんですけど、その風景のなんかこう毎日見てた体験っていうのがこうだんだん自分に刷り込まれてって、多分何かこう空間的になんか隔たりのないもの、音楽にこうつながっていくというか、部屋の中で聴いても何かこう自然の中にいるような感じがするんじゃないかなっていうところで、その自分の今の音楽にこう通じるものがあるかなと思って、ああいう風景とかが。やっぱりこうそこでなんか過ごした時間っていうのとかがこう、その場所に行くとこう記憶がなんかこう出てきて、20年前なんですけどね、その高校生の時と大体の風景っていうのはそんなにはあんまり変わってなくて、やっぱり観光客自体はもしかしたら昔より増えたのかもしれないなと思って、自分の記憶のイメージだともうちょっと寂れてるイメージだったんですけど、幼少期に、幼稚園でそういう歌を歌ったりとかで楽しいこうアップテンポな曲っていうよりはちょっと静かなメロディーが美しいような曲を歌うことがあって、そういうところから興味を持つようになって、
で街で流れてるような音楽とか自分の父が聴いてるような音楽とかそういうのを聞いて興味を持ちましたね。最初に音楽やるようになったのが高校に入った後に、友人に誘われてコピーバンドというかカバーバンドみたいなのを始めて、その後に、またヘビーメタルを勧めてもらって、すごい高校生だったんでね、爆音でやったりするのが楽しくて、テクノっぽい音から電子音みたいなのから入ってクラブとかに行くようになって、でメインフロアの他になんかサブフロアでちょっと静かな音楽とかが流れてて、でそういうので存在を知って、であとはレコヤでそのサンとか探して買いまくって外しまくってっていう中で出会ったって感じですかね。最初はアンビエントを作ろうと思って今のなんか自分のスタイルみたいのに行き着いたっていうよりは、例えばベルベット・アンダーグラウンドとかマイ・ブラッディ・バレンタインとかが好きだったんですけど、ロックでなんとか自分でもやりたいと思ったんですね。ただ日本語でやるっていうのが難しくて、でそこでまずボーカルっていうのが消えて、でそこでインストになって、でだんだんその自分で作ってるうちになんかそのリズム拍があるとなんか作るメロディーとかコード進行に制限ができちゃうんですよね。ある時なんかビートが邪魔だなと思って、でそのビート部分を全部抜いてみたら、なんかこれがすんなりして気持ちいいわと思って気づいたら、これなんか世間でアンビエントって言われてるかもしれないっていう感じで、なんか試行錯誤してるうちにたどり着いたっていうところですよね。今はそんなにはいかないんですけど、当時週に1回ぐらい美術館に行ってて、絵画とか写真芸術を見てるうちにいろんなインスピレーションが湧いてきて、例えばなんか絵を見て印象派とかだと油絵のなんか質感とかテクスチャーとかちょっと抽象的なところ、あと色とかが音でなんか変換できないかなとっていう時もあって、最初は音色から入りますね。シンセサイザーとかギターとかエフェクターで少し加工して気持ちいい音を作って、その音即興的にインプロビゼーションでメロディーとかコードをつけていくっていう感じでやってますね。江ノ島は有名な観光地だっていうのに、子供の時はあまり気づかないというかね、ただよく家族とか親戚とかで遊びに行ってたんで、なんていうかすごい身近な存在として、あとは初詣に行ってみたりとか、よく釣りをしてたんで、そういう有名な観光地なんだっていう視点であんまり見たことがなくて。大人になって江ノ島ってそんな有名だったんだっていうのに気づいて、ちょっと見方が逆に変わったみたいな感じで、それまでは本当にただの裏さびれた島でしょみたいな感じだったんですけど、
ちょっとそこで自分の中でも逆にリスペクトがこう始まったっていうか、例えば麓から登って向こう側に一周するとか今はもうしたことがなくて、なんかいつも途中で疲れたら帰ろうかみたいな感じで、そういうイメージでしたね。僕の場合は、例えばアルバムでこうイメージした時に、それを今度はアルバムっていうなんでしょう、統合的なものにまとめるためになんかこうちょっと頭の中でストーリーを作ったりとか、あとはもともとストーリーがあるもの、例えばなんか歴史的な現象とか、例えば、最近作ったのが日本の飛鳥時代、中国の外交官が日本にこう旅しに来る話なんですけど、こう荒波を越えて小さな船で来るっていうイメージで、そのなんかこう日本の景色とかをこうなるべく頭の中で描いてメロディーとか音とかに落とし込んでいくっていう感じで、そのアルバムは作ったんですけどね。なんかその外国行った時の旅のインスピレーションとか、だからそれがなんでそこのなんか思ったんですけど、自分という存在からの距離、例えば時間的な距離とか空間的な距離とか、そういったものがこう自分にインスピレーションを与えてくれるのかなっていうのを最近ふと思って。このスタジオで自分でこう機材にこう囲まれるっていうのがなんかこう憧れでもあったし、演奏しやすいかつ見た目的にも自分がこうインスピレーションが湧くような感じで配置して、畳こういう和室だと音がこう意外と反響がない素直な音になるんで、それも気に入ってこういう和室でやってるっていうのはありますね。今までこう音楽をやってて、新しいその音っていうのはまだこう探れる余地があるのかなと思ってて、だから新しい音をなんとか生み出して、そこでその新しい音を使って音楽を作っていきたいっていうのはすごい常々思ってて、その日本の文化の中でも一番
線の利休のなんか本質っていうのが価値観を変えていくところでと思ってて、例えば何でもないこう道に落ちてる竹とか、誰かが捨てちゃった茶碗とか、朝鮮で捨てられた茶碗とか美しいだろうっていう、そのわびさびっていう言葉で子供でも知ってるような言葉なんですけど、でもなんかそのもうちょっと深くわびさびを考えてみたいなって最近思うようになって、でなんかこう例えば何でもない音でもなんでしょうね、視点を変えたりとか使い方を変えることによってなんかこう新しい聞き方というか概念というかそういうものが出たらいいかなと思って、例えば具体的にはシンセサイザーをこうギターアンプでこう再生してみるとか、そういういろんなちょっと実験とかもして、あとはマイクの位置をちょっと変えてみるとか、それでいろいろ工夫してやってるっていうところですね。